月に一度だけ開催される妄想悲劇委員会で過去2回の負け落ちし講習の面前で薄い本を朗読する羽目になったので今度こそ勝つためにとっておきの妄想をアグネスデジタルにぶつけるデジトレ。妄想悲劇委員会。ごくり。ちょっとトレーナーさん、どうしたんですか？どうしたとは？第2土曜に開かれる2人だけの妄想会陳情なんですからもっとテンション上げていきましょう。ほら、心なしかお店全体も静かな熱を帯びていますよ。もしかして緊張してるんですか？確かに過去2回の妄想悲劇委員会は私の勝利でしたからね。だったらドリンク飲んで落ち着きましょう。ロイヤルホストといえばやっぱりカプチーノですよね。デジタルはどこのファミレスでもカプチーノを飲むじゃないか。お、いいツッコミですね。その調子でお願いしますよ。俺も負け戦に来たわけじゃない。それでこそ我が同志ですね。期待していますよ。そう、負けるわけにはいかない。デジタルに敗北を喫したことにより俺は2回も大衆の前で薄い本を感情たっぷりに読み上げることになった。その結果として変態トレーナーという不名誉な二つ名持ちトレーナーになった。ルールはこれまでと変わりません。片方が妄想を能弁に語り片方はそれを100点満点で採点する総得点の勝負ですよ。ああ。私が勝利した場合トレーナーさんは大衆の前で同人誌の音読。トレーナーさんが勝利した場合は私とシングルベッドでの同金お泊まりデート。いざ尋常に勝負ですね。今日こそ俺が勝たせてもらうぞ。ちょっと待って、それ勝っても変態トレーナーのままでは？勝っても負けてもデジは得をするし勝っても負けてもトレは損をするように見える。ではトレーナーさん、シチュからお願いします。文芸部。部員は先輩と後輩のみ。長方形の細長い部室。長机にパイプ椅子。見えますとも。後輩役はズバリゼンのロブロイさんですね。トレーナーさんは冒険小説に、ロブロイさんは英雄譚に造形が深い。読み方も好みも全くの対照的な二人。しかしロブロイさんは誠実なトレーナーさんに徐々に惹かれていく。文芸部はいわば閉鎖空間、外から見れば完全な愛の巣。しかし二人は清廉な関係を貫く。文豪たちの名文を引用した浮遊感のある会話が飛び交いページをめくる音とファンヒーターの音だけが心地よく響く。しめやかな恋心は次第に高まっていって。デジタル？失礼しました。続けてください。近づく卒業。受験を機に離れ離れ。文芸部の崩壊。後輩ちゃんの決意。永遠に見えた関係も春の夜の夢と同じ、運命が無情にも二人を引き離す。反問するロブロイさん。足が遠のくトレーナーさん。久しぶりに対面を果たすもロブロイさんは小説以外のことを話したことがなく告白などできない。さあ、ロブロイさんはどうするんですか？と諸5冊を先輩に貸す。しおりが挟まれている。ページ冒頭の文章。つなぎ合わせる。なんですって？その文章とは？私は、あなたを、お慕いしています。完成させましょう。二人だけの英雄譚を。出たな。俺の命運を分ける尊みボタン。尊み。魂の16連打、お納めください。ということは、トレーナーさん、80点です。素晴らしい妄想を見させていただきました。出だしとしては悪くない数字だな。さて、休憩も挟んだところで第2幕と行きましょうか。そうだな。ではトレーナーさん、シチュからお願いします。急な大雨。バス停に対し、猫のような少女と遭遇。疎遠になっていた幼馴染。バス停雨宿り妄想。猫のようなといえばミスター CB さんですね。疎遠になったのはトレーナーさんが意識しすぎたパターンでしょう。気まずい空気が流れる。濡れたブラウスが張り付いて下着が透けている。目のやりどころがない。ずぶ濡れ、差し出すスポーツタオル。そして物語る純真な目。最近、私のこと避けてる？天真爛漫な CB さんは男の哀れな見えに気づけない。
トレーナーさんはスポーツタオルに変な匂いがついていないかを気にしてしまう。どこまでも耳っちいことにとらわれて自己嫌悪に陥るトレーナーさん。雨上がり。雲間から日が差す。虹。沈黙の後、決意の時。自意識過剰になっていたのは考えてみれば自分だった。CB さんはいつも等身大なのに答えてあげることができなかった。トレーナーさんは雨上がりと共に決意を胸にする。部活のジャージ。着替えを要求。返してくれなくて、いいから。笑顔の少女。それじゃ、帰れないだろとツッケンドンだが優しいかつてのトレーナーさんが復活？これは、どうだ？尊み。魂の16連打、お納めください。80点か？ 80点です、トレーナーさん。ベタではありますがいいものを見させてもらいました。俺の妄想ではまだデジタルを打ち貫けないのか？おや？トレーナーさんが砂糖をそんなに入れるなんて珍しいですね。気にしないでくれ、これは俺の覚悟だ。ほほう。なら行きましょうか、第3幕に。ああ。ではトレーナーさん、シチュからお願いします。同人仲間。ネームは男が、作画は馬娘が担当。締め切り前日。灼熱の時。うわ、人事とは思えないシチュですね。オタク話に花を咲かせる。両者とも馬娘の病的な信者。追加されるモンスターエナジー。ネーム担当はとっくにお役御免なのにこたつでスウェットを着てタブレットに書き込む馬娘ちゃんの隣でおた話を聞いてくれるんですね。わかります。突如話を思いつく男。4ページのネームを高速で仕上げる男に困惑する馬娘。今の原稿でいっぱいいっぱいなのに。でも男さんは言うんですよね。これはただの趣味だからって。しかしネームを見た馬娘ちゃんの表情が変わって。トレーナーさん、どんな内容ですか？モブ馬娘のシンデレラストーリー。こんな私でもヒロインになれるんだ。爽やかな読後感。グレートですねセンターになれないと半ば諦めかけていた子が努力で栄光を勝ち取る誰もが夢見る物語。これって、もしかして、私のことですか？うなずく男。ラグな空気感。おっと、このネームは男さんからの激励だったのですね。はあ、なんと美しい。追加ネームを受け入れるアグネスデジタル。モンスターエナジーでの乾杯。なんで私が出てくるんですか？男は恋愛アドベンチャーにおける追加 DLC を何よりも愛していた。何のことですか？友人枠だったモブキャラが追加 DLC で攻略対象に昇格されるのがこの男がこの世で一番好きなのだ。まさか、ここで出てきた馬娘ちゃんって。これって、もしかして、私のことですか？さすがに砂糖を入れすぎたか？溶けきらない砂糖がカップに沈んでいるな。頭が。ダメです、そんなの解釈違いです。デジタンは壁なんですよ。壁は字が思っちゃいけないんです。壁と夢との間には越えちゃならない境界があるんです。トレーナーさん、今すぐこの妄想を止めてください。鼻血を出しながら仕上げるデジタル。トレーナーさん。期限ギリギリでの入稿。すでに終電は過ぎている。緊張から解き放たれた二人。でももう帰る術もない。こたつでぬくぬくしながらショート動画を垂れ流して馬ドルがナルトダンスする様子をただ見つめている。腹、減ったな。デリバリー、もうないですね。吉野家、やってるよ。牛蜜時に背徳の夜散歩。人気の絶えた住宅街に二人の足音だけが響く。吉野家が駐車場をこうこうと照らしている。あたしとトレーナーさんは今日が乗ってうな重と牛すき焼き鍋膳を頼んで互いにシェアする。はぁ。大丈夫か？鼻血が垂れているぞ。トレーナーさん、お見事です。しかしこの妄想を認めるわけにはいきません。なぜならデジタンは、壁、だろう？理解している、嫌な思いをさせてすまなかった。壁と夢は水と油なのです。どうかお許しください。でも最後に教えてください。二人はその後、同じベッドで寝たのですか？トレーナーさん。無言、ですか？
失格ですトレーナーさん、あなたは私に夢を見せてしまった。このような結末は不本意ではありますがトレーナーさんの反則負けとなります。そうか。これで妄想悲劇委員会は私の3戦3勝ですね。そうか。デジタル？反則負けした割にはトレーナーさん、すっきりとしたお顔をされていませんか？そうか。はい。そうか。口直しにパフェでも食べるかな。砂糖も溶けきらないコーヒーを飲んでいたのにですか？3戦連続の反則負けだが不思議得意はない。この心地の良さは何だろうな。3戦連続の反則負け？毎回デジトレをねじ込んでるのか。なんだか大変なことになったな。いいじゃないですか。皆さん楽しそうですし。次々と同僚のトレーナーが討ち死にしていってるんだが。それだけ妄想悲劇委員会のフォーマットが有用しやすかったということですね。そうかもしれないが。ここ数日で私の耳に入ってきたのは、スナックのママになったネイチャさんとの再会妄想。駆け落ちしたファーマーさんとのズブズブ生活妄想。クリークさんの反抗期突入妄想。デュランダルさんの裏切り妄想。苫小牧ラクーンシティ化妄想。ここら辺ですね。そうか。なんかろくでもないの混ざってない。敗北時の罰ゲームも各ペアでバリエーションがあっていいですね。最近の大ヒットはダイヤさんのトレーナーさんでしょうか。あれか。アイバへのラブレターを講習の面前で朗読する姿をダイヤさんがライブ配信。なんと100万オーバーの高評価がついたみたいですね。そんなに。そうそう、外泊許可証の申請は前年比 500% を記録したとか。とんでもないな。今このロイヤルホストにいる馬娘ちゃんたちも外泊許可証を使うために本気で勝ちに来てますね。この満席の店内から感じる熱気はもはや静かな熱という言葉では足りませんな。担当同士の絆を深めるイベントの発端となれたことを誇らしく思いますよ。もっと別のことに誇りを感じてくれ。自宅とかでやってくれない？店は数字が出る、馬娘は担当と絆が深まる、ウィンウィンってやつだろ。トレーナーの人権とかそういうのを忘れないでやってください。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。